こんばんは。FX の狼です。来週11月11日から15日までのドル円の戦略について話していきます。チャンネル登録がまだの方は今のうちにしといてください。では始めます。水曜日のアメリカ大統領選でトランプ氏が勝利したことで市場がドル高円安に動き、一時150円後半まで上昇しました。トランプ氏が大統領になったことで市場に大きな影響を与える点は、やはり中国を中心とした海外の国に大きな関税をかけることで、それでなくても現在インフレ率が下げ止まっている状況なのに対し、再び利上げが必要になるのではと囁かれるくらい物価が上昇することです。そのリスクを市場は感じ取り、 FOMC の前に一時的なドル買い円売りが起こりました。トランプ氏は一貫して利下げの推奨派で FRB に圧力をかけてまで利下げをしたい人ですが、議長のパウエル氏は真面目でまともな人なので、発表された指標やデータを見て適切かつ慎重に政策金利を決めていきます。この2人の圧力からトランプ氏が大統領になった際に議長を解任するなどの記事も飛び交っています。トランプ氏は海外に関税をかける代わりにウクライナの戦争を停止させてエネルギーの高騰を抑えたり、移民を制限して国内の失業率を下げることで物価への影響を阻止させて利下げを加速させるという政策を打ち出しています。しかし何にせよ木曜日の会合では FRB は予定通り 0.25% の利下げをし、今後の利下げの幅やペースに対してはどっちつかずの無難な発言にとどまりました。トランプ氏が勝利したことや、未だインフレがそこまで下がっていないことと、今後さらに高まる懸念が広がり、 FRB はそこまでの大幅な利下げや早い段階での目標金利への到達が困難になる恐れがちらほら言われています。木曜日の会合で FRB は2回連続で利下げをしたことになります。ここら辺で様子見で、来月の会合では一旦利下げをやめるのではないかと思う人も多いと思います。ですが、歴史的に最高額をつけているビットコインや数ヶ月前の日経平均を大多数の人が買いまくるのと同じように、市場やファンダメンタルズは今起きていることを最も重要視します。実際11月9日現在、次回の FOMC での 0.25% の利下げを市場はすでに 66% が織り込んでいます。これは先週も言いましたが、インフレ率の下げ止まりは何も今始まったリスクではありませんし、9月の会合の前でも FRB の利下げは今後小幅なものになるという説が各メディアで流れていました。しかしその9月の会合で発表された今後の見通しやドットプロットでは、発表された目標金利は 3% で、来年末までの 1.5% の利下げに過半数の理事が賛同しています。木曜日の会合で印象をつけたポイントは、前回の会合では利下げに反対票を投じた理事もいて、今回の会合出てくる資料次第では利下げが難しいと思われていたことに対して、今回は全会一致での決定だったことです。これらのことから次回の FOMC でも FRB は 0.25% の利下げをすることがほぼ確実と考えます。12月は日銀も利上げをすることが見込まれています。今後円安の原因になっている日米間の政策金利差を利用する円キャリートレードは間もなく収束に向かいます。いよいよ本格的な円高が始まります。現在日本の財務官からの口先介入などがちらほら行われ始めましたが、 FX を数年やっている人なら身をもって体感した人が多いと思いますが、為替介入や日銀に大きな期待を持つのはこの上なく危険です。おそらく160円くらいにいかない限り実際の介入はもうないと思います。そして今のところ何も起こっていません。週足が閉じましたので分析していきます。11月9日現在ドル円は 152.56、 今週ようやく下がり始めましたが、このまま下降3波が出現し始めたと見るのは今の段階では早すぎます。フィボナッチエクステンションを当てます。仮に先週の高値が調整の終わりだったとしてその値跳ね開けてみます。すると調整の最低ラインである 38.2% の 148.39 を実践でした抜けないといけないので、そこまではまだ時間がかかると思われます。せめて、その 38.2% までの下落が射程圏内になるくらいまで押したら、今後
騙しで上昇に転じる可能性は極めて低いので、ショートで売りポジションを増やして言っても大丈夫かもしれません。2波が確定し、3波が形成され始めれば、3波は一番伸びるので、そのまま三尊天井完成で、一気にズドンとドル円は暴落します。どちらにしても、おそらく今月末までに月足トレンドラインまで一度試しに行き、今月か遅くとも来月には月足でのトレンド転換を必ずします。来週は水曜日に CPI の発表があります。その他にも小売売上高などの指標が発表される週です。これから12月の FOMC までの期間は発表される指標が予想通りだった場合にもドル円は下落する相場です。週足で2波を形成している日足並びに買い足も見ていきます。現在日足と各時間足で上昇トレンドがかろうじて続いています。ここのトレンドラインを下抜けると一気に下落トレンドが始まります。今週の週足が大きな上髭を作った陰線で確定していることから来週は下落を狙えると思います。来週1週間の予想としましては、まずは各時間足で目先の抵抗ラインである 151.30 を実践で下に抜ける必要があります。さらに各時間足で引かれているトレンドラインも下に抜きます。その上で200日移動平均値 151.60 を日足の実践で抜きに行く流れになると思います。そこを抜ければそのまま100日移動平均値 150.10 付近も抜きに行くと思われます。まずは200日移動平均値の抵抗がどれくらいあるか冷静に見極めることが必要です。 YouTube で毎日朝6時にドル円予想を上げています。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。来週もよろしくお願いします。さようなら。